はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今回の動画では、どうやったらハンドメイド作品が売れるようになるのか、作品が売れるようになっていくために、何を知っておかなきゃいけないのかっていう、めちゃくちゃ重要な話をします。前回の動画で、ハンドメイドを仕事にして、それだけでね、生活していくことができるのかっていうね、話をしました。結論はね、ハンドメイドだけで食っていくことはできます。だけど、2つの力が必要なんですよ。1つは作品を作る力。そして2つ目は作品を売る力なんだよね。で、今日はこの作品を売る力についてね、解説していきたいと思います。ほんとね、みんな作品作るのね、すごい素晴らしい作品を作れる人がめちゃくちゃ多いと思います。だけど、残念ながらそのほとんどの人が売る力を持ってない。ここが備われば、しっかりと作品は売れていくし、これを仕事にして生活していくっていうことだって全然夢じゃなくて現実的な話になります。まずね、作品を売る力って聞くと、多分ね、こんなことをイメージする人が多いと思うんだけど、例えばインスタグラムの運用方法とか、フォロワーの増やし方とかさ、あるいは商品説明の書き方、ミンネクリーマのなんかピックアップのされ方みたいな感じで、なんかテクニック的なところをイメージする人がいると思うんだけども、そういう話じゃないです。売る力っていうのは基本的にビジネスの本質を理解しましょうっていう話なのね。で、ビジネスって聞くとさ、もうなんか、ビジネスってお金儲けのことでしょって、お金儲けするためにやることでしょっていうイメージを持ってみたりとか、なんかもうビジネスって聞いたらもう急に怪しくなったとかっていうふうに言う人いるんだけども、それはね、ほんとね、ビジネス、商売っていうものを全く分かってない人のセリフ。で、このビジネス、商売っていうものが何なのかっていうのをね、まずみんな知ってほしいんだけども、このね、ビジネスっていうのは、何千年も昔からこの商売なんてものは存在してるんだよ。で、大事なのはこの何千年も続いているこの商売の本質の部分を理解することなんだよ。じゃあね、そのビジネス、商売の本質とは何なのかっていう話をするね。ここに出てるように、ビジネスってね、人助けなんだよ。ビジネス、商売っていうのは、世の中の、あるいは誰かの困っていること、悩んでいること、そういった問題を解決するための商品とかサービスを作って、それをお届けしてあげることね。それを使うことによって、その人が抱えていた問題とか悩みが解決に向かうんだよ。だから、一言で言うと、ビジネス、商売っていうのは人助けなの。これが商売の本質です。これを理解してないから、ビジネスって金儲けでしょみたいな、全く違う話になる。違うよ。商売、ビジネスをすることで誰かの悩みや問題を解決してあげる。そして、ありがとうって言ってお金を払ってくれる。だから、お金を稼ぐためにやってるんじゃなくて、人助けをして、その結果お金がもらえるだけだから。順番が全く違う。確かに、世の中に金儲けのために商売している人もいる。だけどそれは考え方がまるで逆ね。順番が逆。金儲けのためにこれやったらいいかなって考えてる。本来ビジネスはこれがあったらみんな便利だよね。これがあったら助かるよね。じゃあこういう商品やサービスを作ってみよう。っていうとこから始まるの。この順番が金儲けが先に考えて作ってるからビジネスが成り立たないし、せっかく作ったビジネスも役に立たないの。だって人を助けることを考えて作ってないから。っていうとこなんだよ。もう一回言うよ。ビジネスっていうのは人助けです。誰かの困っていること、悩んでいること、それを解決するための商品やサービスを作って、それをお届けしてあげること。これがビジネスです。はい。で、さっきもちょっと触れたけれども、このビジネス、商売をすることによって、誰かが困っている。それを解決するような商品やサービスをお届けする。そしてその人が悩みをね、解決する。そうすると、ありがとうって言ってお金を払ってくれるわけね。この順番だからね。で、このお金を払ってくれたありがとうって言ってね、お金を払ってくれる。これが売り上げなんだけれども、だから、売り上げっていうのは、いただいたお金っていうのは、ありがとうを数値化したものだって考えると、お金を稼ぐっていうことは、ありがとうを稼いでる。より多くの人を助けているっていうことにつながるんだけど、これをね、やっぱりね、みんな理解してないの。なんかね、日本ってさ、大企業とかお金持ちとかになんかすごいあまりいいイメージ持ってない人多いでしょ。例えば税金もさ、金持ちから取ればいいんだみたいな風潮あるけれども、大体お金持ちの人たちめっちゃ納めてるから、税金。で、
大企業とかをなんか結構叩く風潮があるけど、大企業がなぜ大企業かっていうと、商売がすごく繁盛しているから大企業なんだよ。商売が繁盛してるっていうことは、つまりより多くの人の困っていることを解決している組織だっていうことだよ。そういうふうに考えると、ビジネスをやっててすごく大きな会社をやってるところってすごい多くの人を助けてるんだなって考えれるようになるんじゃないかな。はい。じゃあね、これを分かりやすくハンドメイドにちょっとね、落とし込んで考えてみようか。なぜハンドメイド作家の多くの人が売れないのか。どんなに素敵な作品を作ったとしても、そんなにね、言うほど売れていかないのか。仕事としてやっていくほど稼ぐことができないのかっていうと、さっき言ったように、ビジネスっていうのは、誰かの困っていること、問題を解決してあげること、それがビジネスなのね。なのに、ハンドメイド作家はどうだろう。今ね、自分の胸に手を当てて考えてほしいんだけども、あなたが作っている作品は、誰のどんな問題を解決するために作ってるの？これ答えれる人いる？答えれる人は、今商売がうまくいってる。売れてない人はどう？誰かの問題を解決しようと思って作品作りしてないよね。でも、売れてる人たちっていうのは視点が違うんだよ。困っている人がいて、こういうことで困っている人はこういう作品とかこういう商品が欲しがってるよね。じゃあこういう作品を作ろうって言って作ってるんだよ。だから売れるんだよ。だって誰かの問題を解決しようと思ってるから。その問題に困ってる人はそれを見たら、そんなのあるの欲しいですって言って買いに来る。喜んでお金払ってくれる。でも、ほとんどの人は自分の作りたいもの、自分がいいって思ってるもの、それを作って、さあ買ってってやってるの。これは売れないよ。だって、誰かを助けようとしない。むしろ自分のためだけにやってる。自分の楽しみのためだけにやってる。だから売れない。これね、自分が好きなものを作ることがダメだって言ってるんじゃないよ。これをしっかりと売っていくためには、仕事とするためにはっていう視点で言ってるからね。要はね、作りたいものを作る。自分が楽しむためにやっているんだっていうのは、これはね、全然いいの。ただそれは趣味としてやるなら OK。そこから仕事に発展させたいんだってなったら、趣味のままじゃダメなの。商売の本質、ビジネスの本質、それを理解して、それをやっていかないとうまくいかない。もう一度言うよ。ビジネス、商売の本質は何？誰かの困っている悩みや問題を解決してあげることでしょ。その解決してあげる商品やサービスを作ってあげて、それをちゃんとお届けしてあげること。これがビジネスだよ。ただただ作りたいものだけを作って、私の作品をいいって言ってくれる人だけが買ってくれればいいっていうスタンスは、それはダメじゃないんだけれども、商売としては成り立たない。趣味の道を進むのか、仕事としての道を進むのかっていう、これは目的が違うから、だから進む道が違うんだよ。だって自分を喜ばせるためにやるのが趣味。誰かを助けるためにやるのが仕事。もう進む道が違う。目的が違う。だから趣味から仕事にシフトしたいんだったら、そこの道を切り替えなきゃいけない。同じ道の延長線上にそれは存在しない。ハンドメイドで自分がどういうスタンスでやっていきたいかなんだよ。大事なのは。だから別にね、誰かの悩みを解決することまで考えてやりたくなくて、もうとにかく自分が作品作るのが楽しいっていう人は、もう趣味としてやればいいんだから。でもね、時々作品販売したいなって思うんだったら、別にそれはそれで自分の作品をいいって言ってくれるお客さん、そういう人に買ってもらえるような、そんな活動すれば全然いいと思う。それはそれでその人のやりたいスタンスなんだから、それがもう正解。あるいはマルシェとかそういうイベントに出る人も多いと思うんだけども、ああいうところに出店するために、出店自体を楽しんだりとかさ、作品作り、そしてお客さんと直接触れ合うとか、ああいう空間が好き、なんていうかな、学園祭みたいな感じの、ああいうお祭りごとが好きみたいな、そこを楽しみたい人だったらそういうスタイルでやっていくのが正解だし、がっつり商売としてやっていきたいんだってなると、見る相手が変わってくるから、自分を見るのか、お客様を見るのか、向くベクトルが変わってくるから、そこは非常に重要なポイントです。商売をするときにお客様を見るんだよね。ということは、お客様の問題を解決しなきゃいけないから、そのお客様たちは何に困っているんだろう。どういうものがあったら喜んでもらえるだろう。
これを使ってもらったらこういうふうに変化するんじゃないかなっていうふうに、要はいろんなことを考えれるようになるのね。で、これを常に考えていないと商売は長くは続けられない。みんな商売が難しいと考えるのは、とにかく何かしらテクニックがあると思ってテクニックを手に入れようとするから。そしてテクニックが大事だと思っていろいろなそのテクニックをね習ったり身につけたりして使ってみるんだけどうまくいかない。さっき言ったようにテクニックは意味がないの。本質を押さえておかないと。このビジネスの本質、世の中のあるいは誰かの悩んでいること、問題を解決してあげること、そのための商品やサービスを開発してお届けしてあげることね。お届けするまでだよ。ここまでがビジネスだからね。作るだけじゃダメ。お届けするまで。っていうふうに考えると、今までね、例えば SNS でフォロワーを増やすことが重要だったのか、インスタグラムのページをきれいに整えることがね、写真をきれいにすることが重要だったのか、考えてみたら、少しね、どうしなければいけなかったかっていうのがね、見えてくると思う。本質さえ押さえておけば、テクニックっていうのは勝手に生まれてくるんだよ。だって、困ってるお客さんに届けるためにはどうしようって考えるんだから。で、そこの考えがないのに、これをやったらフォロワーが増えるよ。何も考えてないじゃん。お客様のこと何も考えてないじゃん。そりゃ商売うまくいくわけないよねっていう話よね。はい。というわけで、皆さんに考えてほしいのは、あなたの作品が誰のどんな役に立つのか、一度ね、考えてみるといいと思います。最後にね、もう一度繰り返すよ。ビジネスとは、商売とは何なのか。世の中の、あるいは誰かの悩んでいること、困っていること、その問題を解決するための商品やサービスを作って、それをお届けしてあげること。これがビジネスです。そしてその商品やサービスを受け取って、それを使うことで問題が解決した。だから、ありがとうって言ってお金を払ってくれるんです。だから、お金儲けってめちゃくちゃいいことなんですよ。みんなね、お金儲けがなんかね、ずるいことだとか悪いことだみたいなことを言うけど、全く違うから。商売のことを正しく理解したら、お金儲けはどれだけ多くの人を助けているかっていうことだからね。そんな風なマインドを持って商売をやると、一人でも多くの人をね、助けたくなるはず。絶対に。ただただ自分が金を儲けるためにやるんじゃない。誰かを助ける。その結果、お金をいただける。この順番。この順番を絶対に間違わないこと。はい。というわけでね、本日は作品を売るっていうことね。商売の本質、ビジネスの本質はっていう話をしました。めちゃくちゃ大事な話だし、これって一回ね、さらっと聞いただけじゃなかなか理解するのも難しいと思うからね、時々ね、この動画見直してね、自分の作品が誰の役に立つだろうって、どんな風にしたら誰かを救ってあげることができるだろうみたいな感じでね、考えてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。それではね、最後ね、ちょっとお知らせをします。8月18日、この YouTube チャンネルで、羊毛フェルトの1ヶ月集中技術アップ講座をやります。これは無料で行います。どんなことをやるかというと、まずね、作品作るときに、ベースをしっかり作れないと、どんなにね、植毛が綺麗にできても、どんなにね、リアルな目や耳が作れたとしても、それをね、作品にね、しっかりと活かしてあげることができません。なので、まずはベースをしっかり作る練習をしましょう。で、このベースをしっかり作るためには、モデルの写真を見て、どういう形になっているのか、それを理解して、しっかりイメージをして、そこから形にするっていうことが大事です。何か新しいテクニックを学ぶっていうよりも、この講座では皆さんの中に持っている観察力、これを引き上げる。それだけで作品がめちゃくちゃ変わるっていうのを体験してもらう講座になります。これまでね、何年もやってるんだけど、あるいはね、いろんな先生に習ってきたんだけれども、先生の教えがなくなると、どうもうまく作れないとか、最近ね、フェルト始めたんだけど、うまく形にできないっていう人、とにかく、今よりもレベルアップしたいって思ってる人はね、ぜひね、参加して、その違いをね、体験してみてください。はい。というわけでね、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。
ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。